川崎ずっとうわ美味しいサイズっぽいよ。大満足でしょ。素晴らしい。ルル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 皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。おはようございます。けんけんです。今日は静岡県焼津の光栄丸さんから白甘鯛狙いです。初めてです。ここ焼津からは白甘鯛狙いができるっていうことで、東京から2時間半かけて来ました。すごくない？白甘鯛。いや、最近すごいよね。甘鯛って3種類ありまして、私たちがよく行く甘鯛釣りは赤甘鯛っていうピンクの甘鯛なんですけれども、その他に黄甘鯛っていうのがあって、それは赤甘鯛釣ってる時にたまに釣れたりするんですけど、甘鯛界の最高級は白甘鯛なんですよ。その白甘鯛を専門に狙えるってすごい面白くないですか？ここ最近いろんな船屋さんですんごいたくさん釣れてるのを見て、今ならあやかれるんじゃないかということで、今日は初めての白甘鯛釣り挑戦していきたいと思います。釣り方がいつも関東でやってる甘鯛釣りと一緒なのか、それともちょっと違うのかでしたり、仕掛けだったりどんな感じなのかっていうところも含めて今日は皆さんにお伝えしたいと思います。今回使用する餌なんですけれども、船戸さんで支給されるオキアミ、そしていろいろ調べたところ、その他にですね2種類餌を使っている方が多いということで、釣り具屋さんで購入してきました青磯目と特餌としてホタルイカを使う方が多いそうです。噂によるとホタルイカをつけた時に大きいのが来るみたいなことも書いてあったので、その餌の違いみたいな、どの餌でどんなのが来たみたいなところも検証していけたらなと思ってます。仕掛けは光栄丸さんの大甘鯛仕掛けを船宿さんで購入して使用していきたいと思います。でそれともう一つ、白甘鯛釣りにすごい効果があるんじゃないかなと思ってるアイテムがありまして、こちらのハピソンの LED シンカーなんですけど、以前テレビの収録の時にいつもの甘鯛釣りの天秤にこの LED シンカーをつけてやったら、相模湾でめっちゃでっかい白甘鯛がボン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 って4匹ぐらい釣れちゃったっていうのがあって、あれはね明らかにいつもの甘鯛釣りの仕掛けと違ったのはこのシンカーだけだったから、効果あるんじゃないかなと思って今回焼津にも持ってきました。こちらを使って白甘鯛を狙っていこうという感じです。なんか釣り方のコツとかってあるんですか？どのサイズを釣りたいかです。大きいの。大きいのだったらもう動かさない。切った方がいい。あ、切った方がいいです。半分ぐらいまではいるんで、そう当たりが欲しければやっぱ低ければ低いだけ、例えばさそんだけ当たりは増えるんですけど、ちっちゃくなるだけ動画を。6時出船です。ポイントまでは15分で作って、近いね。あ、浅いんだね。ドランク確認してくださいね。よろしくお願いします。はい、では釣りスタートです。最初はオキアミ2つつけてやってみます。甘鯛釣るときはいつも基本の釣り方としては、そこに着いたら50センチ棚切って置き竿で待つっていう形でやってるので、まずはそれでやって様子見してみます。おお、来た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 。なんだ、甘鯛ってもっと叩くようなはい、1匹目、これは何だろうか。貝割りなんかちょっと熱帯魚っぽいんだけど。なんか昨日は最大 2.2 キロの巨大白甘鯛が上がったみたいなんで、キロアップとか釣れたらもう超嬉しいですね。なんかでかいやつ1匹数万円ぐらいするらしいです。宝くじみたいな。甘鯛釣りってさ、こういう当たりがない状況になるとすっごい竿持ちたくなるじゃん。それに負けたら終わりだと思ってんだよね。今まで行ってきてさ、竿のその持ちたい時に負けて誘った時であんまいい思いしてないから、今耐える時間なのかなと思う。
ケンタ手で持っちゃってる。誘惑に負けた人。あ、誘い始めちゃった。あできもしねえのに。うまいのね。おにぎりと唐揚げの後のメロンパン。あげてください。餌も取られない。いるじゃん。なんかいるじゃん。いないよ。あ、あ、でもちっちゃいと言っても相模湾ではいいサイズ。全然気づかなかっやったケンケン。た。マジ嬉しい。ね、当たりなかった。やばいや全然なかった。あげてーであげたら。お、はい。 35センチだって。いいね。じゃあこれ没収するわ。ね。すいません。おめでとうございます。なんかすごい申し訳なさそうな顔してきてさ、本当に思いの力もあるかもしれないですねとか言って。いいから。でかい。すごい。この間来た時も結構うわ、おめでとうございます。ちなみに今はどんな感じにして釣ったんでしょうか。もう本当ドラグ出すようにマダイみたいに。餌は今何で？オキアミですね。そこから結構浮かせてたんですか。1メーター50ぐらいでちょっと誘って。へえ。だってケケどうしたの？ああ。本当に活発。いる？お、ケケタモ。 1ぐらい。やっぱちょっとね、うん浮かすんだね。うん。上だ。浮いてるね。ケケどうしたんですか？ほい。おお。上の針。おめでとうございます。ホタルイカ。マジで？釣り開始して30分ちょっとぐらいですけども、なんかもう7割方の人釣れたんじゃないのっていう感じですごいね。釣ってる人は結構下から1メーターから1.5メーターぐらい上げて、でちょっと待ってたまに誘ってみたいな感じが多いみたいなので真似してみます。あ、来てる。違う。違う。やべ。ケンケン社長のやつを血抜きを。あ、釣れた。釣れましたよ。これちょっと返してあげないと。釣れましたけどちっちゃいので海にお返しします。でも釣れたよ。まさか来てる？見りゃわかんだろ。あ、帰ってった。はい。あ、まあまあっぽいよ。おお、もう絶好調じゃないですか。お。なんだこの釣り。なんでおもろいんだけど。こんなに釣れる？なんか抜き上げたくないサイズではあるが。いいじゃない。この船では抜き上げサイズ。もう全然。美味しいサイズっぽいよ。40センチぐらい。たまたまで。でももう坊主じゃないからみんな返してあげる海。今のところオキアミとホタルイカが当たってるよ。俺ホタルイカで2つ。うちオキアミ。お前磯目だけにしてんの？オキアミだけは。そこからどんぐらいも上げてる？そこから1メーター上げても上の針に来た。だよね。お、ドンってきただけ。もうどっちも餌取られちゃってる。こんなに釣れるもんなんですね。釣れてないから。めっちゃしょんぼりしてんだけど。でも次いけます。大丈夫です。けど楽しいよね。ホタルイカみたいなセットにあるんですよ。ホタルイカ2パック買ってくれよかったじゃん。1個とか言うから。まあエビでも。エビね。お、めっちゃいいエビや。釣れるよ。なんなん？魚いる。いる。あ、まだ。それはどっちの？すれ。釣れた。社長、私です。赤いやつです。赤いの私や。あ、やったね。俺が釣ったけど最初に。違うよ。
外れてチーの仕掛けに引っかかったんじゃないの？尻尾についてるよ。俺がヒットしてあげて当たりはなかった。外れたんだけどチーのに引っかかったの。やった。あげるよ。どういう顔？嬉しい。ゲイ。これ後でお願いします。来ました。うん。ケンケンヒット。あ、上に上げたんだ。すぐ来た。いいんでないの？いい。おー。多分アマダイ2回ぐらい行った時あるんですけど、今日初めて2匹釣ったんですけど、絶対にちいちゃんからもらった思いの効果あると思います。もうみんな釣ってる。釣り返しして1時間半ぐらい経つけど、ケンケンに杉田に社長4。でも48。深くなって浅くなるかな。もう前の人ずーっと釣ってるの。今何匹ぐらい釣られたんですか？8？すごい。なんかコツとかってあるんですか？誘ったりもしないで待ってるだけですか？仕掛けの長さって 2.2 メーター。来ました。ありがとうございます。下の餌がボロボロになった。ボロボロになっちゃったね。心もボロボロだ。なんで？今のところただかかってたっていうだけで、こんだけなんか今パラダイスの状況なのに、なんか自分だけ陸の孤島に取り残されたような気持ちだわ。自分でかけた感じがないからだな、まだ。ねえ、俺らもかけた感じないよね。置き竿だし。前あたりみたいなのがちょっとあって、こう、ふるふる、その後クククなんだよね。その前あたりの時もすでにもう食ってんだと思うんだけど。敵も釣ってるんだぞ、前の人も。8匹。うん。ちっちゃいなーって言ってるけど、ちっちゃくないんだよ。うちの頭の中のちっちゃいアマダイっていうのはもうここの漁場の人たちのちっちゃいアマダイってこれなの。喜んで持って帰るもんな。来た。これかもしれない。いや、まだわかんない。おお、普通。あ、やっと釣れた。3匹目や。1匹目はちっちゃい海返して、2匹目は多分社長がバラしたやつが尻尾に引っかかって上がって、やっと3匹目で釣った感じと言いつつちょっとこうなったんで、今ね仕掛けちょっと短くしてそこを1メーター切って釣れてる方の真似したら来ました。来た。でもケンケン多分短くしなくて大丈夫ですよ。社長釣れてるからそれで。一発目でかいのが混ざる。いやでもないんだけど。ちょっとでも普段これで大騒ぎです。これがもう普通なんですか？この辺で言ったら。最近の中だとアベレージよりちっちゃい。アベレージ以下だって。知られない。多分ケンタにあげられる。やっぱ前あたりあるわ。あるでしょ？ある。おお。なんか今2回ぐらい。これはでかい？マジで？いや超でかじゃないの。小声で言ったね。竿先ずっと。タモいる？いる。
だけ集中して見てたらモゾモゾってなって一回合わせていなくて、でもう一回置いたらまたずっとモゾモゾってなって、その後グググって入ってたからあるわ。そのサイズじゃなかったらすいません本当に。お、こっちも来たよ。もう入れ食いじゃん。待って2匹ついてる。嘘や、そんなでかく、そんなでかくない。もう一匹。あ、違うわ。あ、大丈夫です。あ、なんか草フグがついてきてた。サバフグが追ってきてる。追ってきてるね。こいつさっきからね、来てたんだよ。4匹目釣れた。なんか普通にオキアミで食ってくるな。今のも俺もオキアミだったね。うん。やっぱアマダイはエビが好きなのか。あ、誘い上げに来た。あ、もうやばいじゃん。何匹目とか言ってんの？あと何メーターですか？おお。褒め褒め。あ、よーし。あ、また、早く早く早く。いや、フグが追っかけてるから。こっちこっち。でかいじゃないですか。何匹目？何匹目？アマダイが食って下がサバフグに切られた。いや、サバフグめっちゃさっきからね、追っかけてきてるの。サイズがさ、入れ食いって。やばいよね。ちょっと動かすとサバフグ来ちゃうね。うん。もうすぐ来たよ。あー、サバフグだ、これ。サバフグがすごくない？すごいですね。これで井田さんと上げてください。それでも43。おーおーおー、ちっちゃくないんじゃない？おー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 、楽しいな。2匹ついてるの？あ、違う、また、待って、ケンケン、やばいやばい、やばいやばいやばい、ダブってるダブってる。ダブルダブル。こっち来て、こっち見て。やばっ。5？抜かされた。やばっ。餌はエビ？エビと上の方に。ホタルイカ。デカ狙いでホタルイカ2個つけて入れてみよう。今日初糸より台。ホタルイカ2個付けしたら速攻でフグに切られました。おあれ6匹目？奇跡起きてる。ケンタ。ケンタ、チーがもう顔が。あっちに来ないよ。嬉しそう。やってること一緒なんだけどな。何が違うんだろうか。周りの色かな。ないからこんなこと。いいねいいね。おい。ありがとうございます。いや、ちょっと森の色変えよう。ブロー、黄色、私だけ赤金で、なんかそのせいじゃねえのってちょっと思ってきたの。じゃあケンタと交換しちゃえばいい。ケンケン、おもり交換してや。それでもし当たり来たら、あ、色も大事なんだな。なんかやっぱおかしい。だって本当に同じ仕掛けで同じことしてんだもん。隣同士だけ釣れるとかなら分かるけど、飛び越えてはどう考えてもおかしい。すいません。すいません。あ、ケンケンは。来たって。ちゃんが選んでくれたライトが多分よかった。もういいよ。浮いちゃうんですよね、こいつ。だから浮く前にこう突っ込むんで、ちょっとだけ待っててもらって。社長に迫ってきてますよ。社長は 8？8 追いついた。ダブルがでかかったな、やっぱり。いいんじゃないそれ。いいよこれ。結構ね、アマダイ引くんだよ、白アマダイ。引きが赤より凶暴。
中ではねたくさん数も上がりまして、社長が9匹、ケンケンが8匹、すいません杉田は今4なんですけれども船長他の皆さんも数は結構たくさん釣れたということで、これから大型狙いのポイントに移動するそうです。数の波にはちょっと乗り切れませんでしたけども、食べる分はもう仲間内で十分ありますので、ここでもうドンと大きいのが釣れたらもう超御の字。こんなに当たりがあると思ってなかったからめちゃくちゃ楽しいですね。さあ大物狙いということでエビとホタルイカの相掛けにしてみました。今日は一番大きいの釣った人が勝ちだから。健太聞いた？今日は一番大きいの釣った人が勝ちにとか、なんか勝手に勝負もしてないのに挑まれてきたんだけど。大きいの狙ってる時はちょっと上げてた方がいいんですかね、やっぱり。上げてた方がいいんですけど、こんだけ他の魚の当たりが少なければ下でもあ、船長釣り方教えてください。諦めない。ないんですよ。これもうただ置いてるだけだから。それでいいっす。僕もだって竿持ったことないですもん。なんか前あたりありますよね。あるっす。前あたりはちっちゃいですよ。ちょっとこうなってからそう、なんていうんですか、持たれるっていうか。またそうそうそう。理想はそれでクッキングした方がいいです。飲まれると歯があるから切られるんですよ。あに比べてやっぱ牙がすごい強いんですよ。確かに飲まれてる率が高い。じゃあ理想は口んとこっすか？そうですね。そうです。横で飲まれちゃってたら遅い。いつから焼津はアマダイ釣れてたんですか？増えたのはここ3、4年ぐらい。まあ1年狙ってももう本当に釣れなかった。なんでこんな増えちゃったんですか？なんすかね。でもその頃って釣れれば小さくても人気だった。こういうサイズ見たことなかった。あ今日今一日通してやってきて、私たち3人が当たりが出てる釣り方っていうのをちょっと説明していきたいんですけれども、天秤重りが着底したら仕掛けが3メーターぐらいなので、だいたい1メーターから 1.5 メーターぐらい仕掛けを上げます。であとはもう置き竿して待つだけで船長さんにも聞いたら特に誘いを入れる必要なんかなくって、こう置き竿で待つスタイルの釣りで十分釣れるでしょうということでした。で集魚ライトなんですけど、今日はLED シンカー光ってるんですけど、それもやっぱりこの魚場の釣りでは結構使う人が多いそうです。上につけるタイプの集魚ライトも有効だし、船長さんのお話では結構潮で有利な席に座ってる時はなくてもいいけれども、ちょっと潮が厳しい席に座っちゃった時なんかは集魚ライトとかでやっぱアピールしてあげると、潮の有利な席の人を飛び越して自分のところにも当たりを取りに来れるので、やっぱりアピールできるものをつけるのはおすすめということでした。で1メーターから 1.5 メーターぐらいで待ってるんですけど、大事なのがやっぱ頻繁に底を取ってあげて棚取りをしてあげること。これをすることによってちょっとした誘いにもなりますし、あとはちゃんと 1.5 メーターを保つことによってその魚がいる棚に仕掛けが落ちていく。これを意識してやっていくことによって初挑戦の白アマダイ釣りでもたくさん数が釣れてます。あと餌なんですけど、今日船宿さんで生やされたオキアミと、あと持ってきたホタルイカとイソメなんですけれども、オキアミで十分釣れてます。なので基本的にはもうオキアミでいいのかなっていう感じなんですけれども、ホタルイカでも食ってきてますので、今大型狙いはホタルイカつけてますけど、オキアミプラスホタルイカがあれば十分なのかなっていう感じです。イソメではですね、今のところ出番がない感じ今日のところはそんな感じです。多いね。もう映ってないです。ありがとうございます。ちょっと竿上げてきますね。みんなのやつ上げる、私が。ちょっと待って、釣れた。あーやばい、来るんだ。ほら。可愛いんだけど。置き竿にしてたら来てたよ。エビだ、エビの方に。ということで時刻は12時になりまして、釣り終了です。お疲れ様でした。港の方に戻ります。いやー楽しかったね、ケンケン。楽しかったです。楽しかったね。うん。
初めてだよ、白アマダイ釣り。漁場の皆さんはこんなもんじゃないって言うけど、いつもやってるアマダイ釣りから考えたら、こんなの一匹釣れたらよかったねみたいなサイズがバンバカ釣れるから、これが仮に普通のアマダイだったとしても大満足で、さらに白アマダイなんだからもうたまんないですよね。釣果としては、社長が9、ケンケンが8、杉田5です。まあ5が少ないわけじゃないからね。そうだよ、このサイズだからね。まあ、ただなんか自分としてはちゃんと釣った感があったら2匹だったから、もうちょっと釣った感が欲しかったかなでもなんかいつものアマダイ釣りと変えたことってありますか？森ぐらい。ケンケンでも釣れて手があったんですね。まあ就業効果はあったということと、うんこの漁場が素晴らしいということと、うん白アマダイ釣りは初心者の方でもできると実証されました。店長に聞いたら来年の2月頃までは楽しめるということでしたので、この高級魚を楽しめる最高の船釣りだと思いますので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。ということでお家に持ち帰って美味しくいただきます。はい、ということで自宅に戻ってきました。今回釣ったこちらの白アマダイを使って、これから松笠揚げとお刺身を作っていきたいと思います。松笠揚げはですね、この大きいサイズの白アマダイと、あと小さいサイズの白アマダイも使ってちょっと食べ比べしていきたいと思います。ぶっちゃけ料亭とかだとやっぱ大きいのが多いんですけど、家で作るとなんかどうしてもうまく鱗がサクサクにできなかったりとかして、ちっちゃい方が美味しいじゃんと思ったこともありますので、今日は丁寧に調理していきながらサイズで味が変わるのかっていうところの食べ比べしつつ、お刺身もやっていくんですが、お刺身をやる時にはこの鱗は取っていくんですけど、その時にハピソンから最近発売されました津本式シリーズの充電式鱗取り機を使って鱗を取ってやっていきたいと思います。こちらがですね、電動で鱗取りができるよっていうもので、押すとこんな感じで回るんですよ。これで素早く鱗をね取れるっていうアイテムだそうです。で、あともう一個機能があって、これ結構びっくりしたんですけど、アタッチメントをこういう別のついてるんですけど、こちらを付け替えて付属のカバーに入れると包丁研ぎとしても使えるっていう一石二鳥アイテムということです。早速鱗取りで使っていきたいと思います。それでは早速白アマダイさばいていきたいと思います。白アマダイ全部そうなんですけど、軽くぬめりがありますので、最初たわしで軽くこすってぬめりを落としていきます。はい、ぬめりが取れましたんで、半身鱗取っていきます。この電動鱗取り機のポイントは、シンクの中で横には跳ねるけど鱗は縦に飛び散らないっていう風に聞いてたんで、ちょっとどうでしょうか。めっちゃ速いぞこれ。本当だ、シンクには張り付くけど上には飛び散らない。早っ。ものの1分で半身の鱗全部きれいに取れました。いいねこれ。もう半身は松笠揚げにするので、そのままでやっていきます。なんか今さばいててめちゃめちゃ油を感じる。赤ムツさばいてる時みたい。これめっちゃ油乗ってるんじゃないかな。硬いな骨が。お刺身は上の方半分はそのままお刺身に、下の方はちょっと炙ってみようと思います。身が真っ白で綺麗。ちょっと塩かけて、あんまり油乗ってないかも。白アマダイのお刺身と炙り刺し完成です。松笠揚げの下準備をしていきます。今3枚におろして骨も取った状態なんですけど、ここから一口大の大きさに切っていくんですが、包丁を使うと鱗がついてると切りづらいのでハサミで切っていきます。やっぱこう並べると大きい方は身の厚さが違うな。ふわふわしそうなのはこっちだけどね。身側にお塩をちょっと振りかけて5分ぐらい置きます。ちなみにお塩は料理人の人に勧めてもらったこれを使ってます。これめっちゃ美味しい。5分置いたら身側の方だけに薄力粉を振っていきます。ほんと薄く。ここで鱗につくともう開かない。
はい、これで下準備完了です。揚げていきます。油は170度に熱します。いつもよりちょっと低めの温度なんですけど、衣をしっかり立たせてから油の中に入れるのがポイントということでやっていきます。おー、あ、いいね。しっかり立ってる立ってる。ここまで立ったら油にドン。白甘鯛の松かす揚げも完成しました。いただきます。じゃあまずお刺身から。うまっ、うまい甘っ、コリコリ。なんだこれ、よかった。なんかさばいてる時に普通の赤甘鯛と匂いも感触も変わらないから味の違いないんじゃないかなと思ったけど、これは全然違います。もう一回。明確に甘さの度合いが全然違う。炙りもいただきます。わかりやすいようにちょっと塩とちょっとだけかぼすつけて。全然生臭くないもん。めちゃくちゃうまい。ちょっとこう舌につくねっとりした油の甘みみたいのと、あと魚本来の甘みみたいのもあって、赤甘鯛との違いすごいダイレクトに感じられました。高級魚って感じの味で、多分調理する人がちゃんとした料理人の人とかだったらもっと美味しくなると思う。ポテンシャルもすごい感じます。揚げた魚はただでさえ美味しいのに、松かさ揚げにしたらどんぐらい美味しいんだろうっていう。私松かさ揚げ普通の甘鯛のやつでも大好きなんですけど、まずは大きい方のやつから食べてみたいと思います。やっぱり揚げてみて分かったんですけど、大きい方が鱗は綺麗に立ちやすい。ちっちゃい方はねちょっと難しかったです。うまっ。めちゃくちゃうまいけど、いつもの甘鯛の松かさ揚げと同じ感じの味がする。普通に甘鯛の松かさ揚げの味、美味しいです。なんかでも個人的にはこの松かさ揚げってもともとすごい美味しいけど、松かさ揚げにしたことによってさっき刺身で食べて感じられたような白甘鯛特有の美味しさみたいなのなくなったから、何とも言えない気持ちです。ちっちゃい方も食べてみます。ちっちゃい方も十分美味しいけど、松かさ揚げは絶対大きいやつの方がいいですね。少し大きめのサイズの方がザクザクしてて美味しい。船長に聞いた時に、あんまり大きすぎる甘鯛だとちょっと大味になっちゃうよみたいなことも言ってたので、今回のこの40センチぐらいの白甘鯛が松かさ揚げにするにはすごい適したサイズなのかもしれないですね。ちなみに40センチぐらいのサイズの甘鯛は他の人もいっぱい釣ってたので、全然幻サイズではないです。だからむしろ船長からするとちょっと物足りないなぐらいのサイズなので、普通に釣りに行ったら釣れるサイズで、大きいサイズっていうよりは中くらいのサイズぐらいを松かさ揚げにすると美味しいのかなって感じですかね。ということで今回初めての焼津での白甘鯛釣りだったんですけれども、多分この魚お正月とかそういったお祝いの場でバーンと出てきたらすごいみんな喜ぶお魚でもあると思いますので、ぜひとも挑戦してみてください。私もまたたくさん釣れるように、あとねキロアップ2キロぐらいのも全然釣れるっていうことなのでリベンジしに行きたいと思っています。ということで今回の動画は以上です。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、Facebook、Twitter もやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。